お肉の部位としては一番値段的にも一番大きなところにはなります。いわゆる婚礼とか結婚式で使われているステーキのお肉と一緒ですね。これがカツです。はい。こちらエビになります。ミディアムレアに上がるような感じに揚げております。1日何食ぐらい売れるんですか？大体1日200食ぐらい、20キロ以上は仕込んでると思います。やっぱりカツに合うソースなのでそこまで甘ったるくはないですね。うちの3代目が一番人気のあるこのビーフカツサンドに目をつけましてですね、当時はまだこのカツサンドの中でもこの牛肉を使ったカツサンドっていうのは非常に関東、東京の方では少なくて、あえてこの単品で行った方がお客様へ響くのではないかというコンセプトのもとで、この銀座はこのビーフのヘレカツサンドの専門店としてオープンさせていただいたんですね。サシの入り方とか油が全然違いますね。和牛の油は甘みがありますね。もともと大阪の本店が歌舞伎役者さんとのご縁がありまして、フィンガーフードじゃないですけど、サンドイッチなんで本当にお化粧してる間にもこう食べやすいので。Yeah, the food was amazing. Amazing, really good. The steak was cooked perfectly. Yeah.カツサンドなのであんまりこうパンが主張しすぎないように少しこう甘さとバターを控えたものをお願いして使用しています。お肉の部位としては一番値段的にも部位的にも一番大きなところにはなります。背中の2本にしかない部分ですので、いわゆるこう婚礼とか結婚式での時に使われているステーキのお肉と一緒ですね。冷凍のお肉ですとやっぱり旨味が出てしまったりとかっていうのがあるので、ミディアムレアに上がるような感じに揚げておりますね。何分揚げるとかそういうようなことで、いやドラムは一緒ですけど厚さとか違うんで、やっぱりもうほんと長年の感覚ですね。
スはもう基本あれですね、鶏ガラがベースになっていまして、でいろんな果物ですねとかスパイスで、まあ、ちょっと和のテイストで醤油、みりん、お酒などが入っておりますね。でやっぱりカツに合うソースなのでそこまで甘ったるくはないですね。僕が本店にずっとソースを出してもらって、まあ、お父さんに OK をもらってこっちで炊くようになったって感じですね。すみません、お待たせいたしました。こちらがランチと分けですね。どうぞ。こちらもね、同じヒレなんで、柔らかいは柔らかいんですけども、やっぱりその和牛の脂はこう甘みがありますね。このサシの入り方とか脂が全然違いますね。お味とかこう食べた感じは全然別物だと思います。あとやはり東京のお客様もですね、やっぱ結構ご年配の方とか、また和牛を求められてるお客様が結構多くてですね、はい。開いたものを2尾重ねて。はい。一人前持ち帰りで。一人前。はい。
これもう揚げてらっしゃる。そうです。お持ち帰りは基本的に全部粗熱は取るので。紅茶であったかいの。はい。テイクアウトで、エビカツサンドをハーフを2つお願いします。領収書。ミックスです。これがカツです。はい。こちらエビになります。ハーフサイズ。ハーフは。Yeah, the food was amazing. Amazing, really good. The steak was cooked perfectly. Yeah, amazing. もともと大阪の本店が歌舞伎役者さんとのご縁がありまして、でこの東京を出店する際もこの歌舞伎座の近くということでここの場所が見つかって出店させてもらったんです。フィンガーフードじゃないですけどサンドイッチなんで本当にこうロケーションしてる間にもこう食べやすいので。楽屋お見舞いですとか楽屋にお持ちした際にいただける手ぬぐいですね。中にこう各家様のこう家紋が入った大体そうですね6、70、70、60から80ぐらいが平均ですね。今日だけたまたま休園日でまた明日から26まではあるんですけどね。
やはりカツサンドなので、どうしても揚げ物になるので、脂肪分の少ない上質な赤身のお肉を使用しているようにしております。筋はいくら焼いても揚げても必ずやっぱり口に残ってしまうものなので、本当に丁寧に取り除いております。1日何食ぐらい売れるんでしたっけ、全部で。だいたい1日200食ぐらいですかね。はい。20キロ以上は仕込んでると思います。パン粉はあれですね、この落とした耳をパン粉にして使ってるので。あ、そうなんです。はい。
も今まだ本店は昔ながらの洋食屋さんなので、このサンドイッチ以外に他にもたくさん洋食のメニューはございます。で、うちの3代目が一番人気のあるこのビーフカツサンドに目をつけましてですね、当時はまだこのカツサンドの中でもこの牛肉を使ったカツサンドっていうのは非常に関東、東京の方では少なくて、あえてこの単品で行った方がお客様へ響くのではないかというコンセプトのもとで、この銀座はこのビーフのヘレカツサンドの専門店としてオープンさせていただいたんですね。ホテルですとこうお料理を作ってもなかなかお客様と直接お話しする機会っていうのは少ないので、ここに移ってきてからはもう本当に自分が作ったものをこう目の前のお客様にご提供して美味しいって言っていただけるっていうのをすごく喜びを感じるというか、はい、もちろんこう知ってほしい、まだまだこうね知られてないとは思うので広めていきたいっていう気持ちはありますね。はい。